こんにちは。今日紹介するのは2021年に読んだノンフィクションの中で一番のお気に入りとなった本です。本のテーマは僕たちにとってはとても身近な存在で、現在世界が直面している問題でもあります。ということで今日紹介するのは The Perfect Predator です。最近抗菌薬がテーマのサイエンス系の本ですが、一般向けに書かれています。筆者の回顧録なのですが、その圧巻の筆力で読者を引きつけます。著者はステファニー・ストラットディさんと旦那さんのトーマス・パタソンさんです。邦題は悪魔の細菌で、翻訳は坪子さとみさんが担当されています。海外の小説の場合は原著で読むのが一番だと思っているのですが、ビジネス書やノンフィクションに関しては翻訳書も強くお勧めできます。それは日本の出版社が非常に優秀なためです。本のレイアウト、注釈、最新情報への更新など付加価値が高いです。他の例では Factfulness の翻訳版も原著よりも優れた内容になっていると言えます。それでは本書の内容に入っていきます。本書の主役となるのは超多剤耐性菌です。世界的な新型コロナウイルスの流行からしばらく時間が経ちましたが、コロナ収束後の未来を待ち受けているのはこの超多剤耐性菌なのかもしれません。新しい薬の知識、人間ドラマ、人類と細菌の攻防とノンストップサスペンス顔負けの一冊です。本書の最大の特徴はその小説のような文体です。僕はこちらの本を読む直前にシャーロック・ホームズのパスティッシュを読んでいたのですが、読み始めてすぐはコナン・ドイルの本を読んでいるような感覚を覚えました。登場人物や情景の描写がまるで小説のようで、読者はサスペンスやミステリーを読むような気持ちで本書を読み進めることができます。本書は疫学者である妻の回顧録という形で話が進みます。夫婦でエジプトへ旅行に行った際、夫が病に倒れます。大したことのない細菌に感染したのだと、学者である夫も含め2人はそれほど大きな心配まではしていませんでした。しかし事態はどうやら思うようには進みません。容体は回復するどころか悪化するばかりです。より良い医療を受けようと病院を変えてみても、抗生物質さえ投与していれば何とかなるはずの細菌相手に回復への兆しは見えてきません。抗生物質や抗薬菌などと呼ばれる薬があります。細菌を殺すためのもので、ウイルスには効果はありません。近年この抗生物質と耐性菌という言葉に注目が集まっています。病院の待合室でポスターを見たという方もいるかもしれません。本書に登場するのは超多剤耐性菌です。この菌は抗生物質に対して耐性を持っており、効き目がありません。また、初めは効いていたとしても、時が経つにつれ、菌が耐性を持ち始める場合もあります。耐性菌の恐ろしさはそこにあります。耐性菌は驚くべきスピードで進化するのです。著者である妻は医療従事者ではありませんが、大学では研究者として働いています。彼女は様々なつてを頼りながら、夫が感染しているこの超多剤耐性菌に立ち向かいます。しかし、様々な専門家の協力を得ても、今までの抗生物質ではこの感染症の解決には至りません。人類は細菌に屈するのかと思われた時、ついに一筋の光が見えます。要所のビジネス書やノンフィクションの大きな欠点として冗長な内容が挙げられます。日本の書籍では無駄な言葉や内容はとことん削られることが多いのですが、英語で書かれるビジネス系の書籍は無駄に長いことがよくあります。しかし本書ではサイエンス系の専門用語の解説や医薬の歴史を時に振り返ることがありつつも、物語の勢いをあまり落とさないよう脱線が長くなりすぎないように考慮されています。本の構成にセンスの良さが感じられます。本書を読んでいると、レイチェル・カーソンの Silent Spring を思い出します。邦題は沈黙の春で、以前の動画で彼女の他の作品を紹介しました。Silent Spring では、自然にとって化学薬品がどれほど危険なのかが記されています。本書 The Perfect Predator では、抗生物質、耐性菌、そして新たな治療法の可能性がスリリングに小説のように描かれています。沈黙の春の影響は大きく、様々な規制が生まれるきっかけとなりました。抗生物質は怖いだけではこの状況を悪化させるだけになります。抗生物質の何が怖いのか理解するためにも、ぜひ本書を手に取ってみてほしいと思います。本書も近い将来、多大な影響力を持つ本になるのかもしれません。
サイエンス系の本は普段読まない方にもおすすめできる本です。というわけで今回は The Perfect Predator の紹介でした。それではまた次の動画で。